日は洋裁基本セットみたいなものをね、紹介していこうかなと思うので、まず、立ちバサミ、小バサミ、糸切りバサミ、目打ち、指抜き、針、手縫い針、待ち針、鈴針、チャコ、消えるペン、糸、穴糸、ボタン付き糸、絹手縫い糸、ピケ、ほつれ止め、しつけする、もう糸、定規、方眼茶、袖まんじゅう。はい。はい、これ、立ちバサミですね。生地を切ったりする。普通はすべてこれでやるけど、すべては嘘です。新品の時ここ硬いんで、ここをね、ちょっといい感じに要の部分をやってあげるっていうね、高いやつの方が握りやすいと思います。まあ、これ大事。買う時の参考。まあ、普通に宗三郎とかでいいと思います。僕のやつはちょっといいやつなので、手打ちのやつなのでね、ちょっとみんなのやつとは違うかもしれないですけど。あと、本気の人は、あずまばさみみたいな、東京のね、総比作りとかで調べれば、多分出てくると思う。もう作れる人もだいぶ少なくなってるハサミなんで、今のうちに買っとくとお買い得ですよ。小バサミ。これね、糸切りバサミとかですね、握りバサミ。まあ、糸を切る。まあ、糸以外もうこれで切ることはないんじゃないですかね。だから、縫いしくった時に外す時とかもこれと、後から出てくる目打ちでね、目打ち。ね、これと、こいつで、ほどくって。縫いしくった時とか、縫い間違った時とか。こっちは丸くしてます。丸いのも売ってますけど、僕は丸くしてます。で、こっち尖った目打ちって、細目打ち。まあ、2種類あった方がやりやすいけど、片っぽだけでもいいかなと思います。はい、これ。本当は使った方がいいんですけど、みんな使わない指抜き。ね、中指にね、ここで第一関節で止まるように。まあ本なんかでは第二関節も入れるっていう場合もあるんですけど、だいたい第一関節で止めてるハートね、二通りあるんですけど。で、僕が使ってるのは00番。一番ちっちゃい指が細い人なんかは、ここまで入っちゃうので、切ってちっちゃくするか、で最近ではこういうね、便利なドイツ製のね、こういうのがありますんで。これなんかすごい便利だという評判なので、よかったら。針をね、ここに当てる。硬いやつとかだったら、もうこうやって押さないと指に穴開いちゃうんでね。チャコ。カッターなんかで削って使うんですけど、ちょっと丸いんで、本当はもうちょっと尖らしてやるべきなんですが、こうね、書いたりして。で、ここで折ってやるみたいな。こう、折ってやる。ここを縫ってやるみたいなこととかに使ったりしますね。1センチ幅で書くとかね。消えていくっていうね。まあ、消えてないけど。これはまあ、使い古してたらこんなちっちゃくなっちゃったってわけなんですが、こっちは粉のチャコなんですけど、生地にはあんま使わない方がいいかもしれないですね。この中に粉が入ってて、こう、ギザギザがついてるで生地を炒めるって言ってね、あんまり生地は使わないようにと言われてるんですけど、まあ、レザーなんかの時にね、チャコが乗らないので、こう、いいと裏からね、書く。表にあんまやらない方がいいかな。表にやると、このトゲトゲがレザーにチュチュチュンってつく可能性があるんで、まあ、その、チャコが乗りにくいものとかだったらこれがいいかなと思います。まあ、主にレザーとかなんじゃないのかな。他にも使うこともあるかもしれないですけど、ちょっとなんか考えてください。ポコって開けて、こう粉を入れてね。で、僕なんか貧乏症なので、これ削ったやつをこの中に入れてるけど、これ多分メーカーさんは推奨してる使い方でないのでね、皆さん真似しないようにしてください。で、これ、チャコと一緒なんですけど、まあいろんな種類が出てるんですけど、アイロンで消えるやつとか、この紫は日が経ったら消えるみたいな。で、水でも消えるみたいな。で、青はなかなか消えないみたいな。無限に消えていかないみたいなね。水で消える。ね、まあいろんな種類があります。アイロンで消えるとかなんか、あんまりね、使うと寒くなると蘇ってくるとかいう話もあるので、水洗いできるものの方がいいのかなとは思いますけどね、そういう面では。一回作った後に水で流すって。もちろん、生地に残らないかは試してから使うっていうのは全て共通することですが、まあ洋裁屋さんに行ったらちょっといろんな種類あるので見てください。色チャコっていうね、色がついたチャコが黄色とか青とかピンクも売ってるのかな、何種類か売ってるんですが、あんまり使わない方がいいかなと思います。テーラーさんでも白チャコ、白い布でも白チャコを使うっていう人が多くて、こうやって見ると映ってるの分かるんですよね、意外に。カメラじゃ映ってないのかもしれないけど、分かるので、で、色チャコでこう書いちゃうとね、これが残っちゃう場合があって、まあ裏だったらいいのかもしれないですけど、残っちゃうと、こうやって消すんですけど、チャコって。消えない。やっぱ消えない。
で、洗ってもなかなか消えなかったりする場合もあるんで、こういうものが茶粉消し。もちろん茶粉消しって揮発性の何かが入ってると思うので、生地によってはどこか目立たないところで試してから使ってほしいんですけど、こういうのが売ってます。で、こうやってやったら消えてくれるんですけど、これ本当に消えない。お、消えてる。お、結構消えてる。でもね、なかなかね、消えない場合もあるんで、色茶粉使わない方がいいんじゃないかなと思って。で、後ろにこうね、溶け出すから、クリーニング屋さん的に言うと、こっちから塗った方がいいのかもしれないですね。裏から塗って、こっちのケージに移すみたいな感じの方がいいかもしれないですけど、よっぽど裏で残ってもいいっていう時にだけは、色茶粉使ってもいいかもしれないですけど、あんまり使わない方がいいと思います。僕、こっちの茶粉が全然わかんなくて、こっちのね、茶粉が全然見えなくて、色茶粉使わないとなっていう時は、僕はこれかこれどっちかを使うようにしてます。で、洗えないもんだったらこっちにしてるかな。水洗いできなかったら、これやっぱちょっと帰ってきたりするんでこっちにしてますね。そんな感じで皆さんいろいろね、使い分けてみてください。突如ピケ、ここでピケが出てくるっていうのはどうかなと思うんですけど、ほつれ止めとかにね、ボタンホールとかの時に使ったりとか、いろんな時に使うんですけど、ちょっと高いから最初に買うものではないんですけど、なんか近くにあったんで紹介してみました。ピケ。待ち針、鈴がついてます。鈴が。ね、鈴が。で、なんで鈴がついてるかというと、洋服の中にピンが残ってたりなんかすると大変なことになるので、こういうシルクピン、ドレーピングって言って、型紙を立体を作っていくときにこっち使うんですけど、これを使って溶彩してる人も多分たくさんいると思うんですが、これだともう本当に入ってしまったらわかんないんで、検診器かけないといけないんですけど、大体みんな検診器とかプロじゃない人は持ってないと思うので、高いし検診器。これ危ないでしょ。これが入ってると大変なので、数を数えるのはもちろんなんですけど、服の中に入ってたら揺らすと、針が入ってんだなっていうのがわかるので。でもちろん針っていうのは数を数えて、5本なら5本しか使わないって言ってやった方がいいと思います。慣れてくるとそんなに針を使う場面っていうのはね、2本とか3本、多くても5本とかなので、こういうの。待ち針とともにね、こういうのも、例えばレーザーだと刺せないので、穴が開いて残る生地とかだとこういうもんで挟んでくれれば。溶彩用もあるんですけど、100均のやつでもいいと思います。跡がつかないかぐらい見てもらってね。跡がつくんだったらここにフェルト貼るとかなんかいろいろ工夫はあるんですけど、こういうのも数を数えて使うのはちゃんと数を数えて使うっていうのをしてくださいね。方眼尺って言って、5ミリ間隔に目が十字に入ってるっていう方眼尺って言われるやつですね。こんなあんまり長いのはね、その作業中っていうのはそんな使わないかもしれないですけど、いろいろバイアスの線が入ってたり、1.2 のとこが入ってたりとか、各ね、メーカーっていうか種類によって微妙にラインの入り方が違うので、なんか自分に合ったやつを買ってくれればいいと思うんですが、僕なんかはこうやって古くなった方眼尺を切っていくっていうね。でも短いのも実は売ってるんで、あれなんですけど、僕がちなみに一番好きなのはこのタイプが好きです。バイアス、1ミリ間隔でここがついてて、みたいな。アイロンとかに触れるとこうやって曲がってきちゃうので、こんなのも消耗品だと思って、曲がってきたらもう買い替えるっていうのにしたらいいんじゃないかなと思います。この切るのはどうやって切ってんだって思う人はまたなんか見たいっていう人がいれば、それも動画でどっかで説明するかもしれないですけど、切るんですね。でも短いの売ってますからね。それ買ってください。これね、重りです。重り結構使える場合っていうのはいっぱいあるんですけど、型紙を引くときにね、紙を押さえたりもあるし、裁断するときにも使ったりなんかします。いろんな重りがあって、好きなやつを選んでくれればいいんですけど、これはなんか平等院報道で売ってますからね、皆さん京都の。ちなみにこれはハワイで売ってました。アラモアナショッピングセンターで売ってました。今は売ってないですよ、多分ね。で、これは普通に洋裁屋さんで売ってます。重ねれて。便利みたいな。結構重いのでね、足とかに落とさないように気をつけてください。これはなんか重りの代わりになるかなって、ちょっと錆びてるからちょっと錆びがついたら嫌だけど、重りの代わりになるかなっていうので、なんか重りの代わりになりそうなものを用意してもらえれば。もう糸。しつけに使う糸です。これがボタン付け糸。ボタン付け糸ってちょっとね、スパン知ってて毛羽立った糸なので、摩擦があるみたいな。絹手縫い糸、穴糸、ボタンホールをかがったりとか、どうだな、なんかしっかりさせたい時とかにね、縫ったりとかね。これも絹だったりしますね。こっちの巻いてあるこういうのとともにこういうくるくるくるってまでたくさんね、長いやつも売ってたりもします。で、こっちも絹の手縫い糸でね。で、絹ちょっと高いなっていう人はこれポリエステルかなんかの河川のやつが売ってるので、こっちの方が安いと思います。お金に余裕がないっていう人はこっちにしましょう。
手縫い糸とミシン糸の違いっていうのがあって、よりがこう2本とかが寄ってある、3本とか2本が寄ってあるんですけど、こうやって見るとね、この巻き方が逆で絡みづらくはなってんのかな、手縫い糸の方が絡みづらくはなってるんですけど、まあ使う時はロー引きしたりしてね、使ってくれればいいかなと思います。全体的に。次、針。様々な長さの針があります。長さも太さもですけど、4番って言って割と太めな針なんですけど、4番の針っていうのは穴糸かボタン付け糸使ってください。4番ボタン付けの針だと思ってもらったらいいです。基本的には。6番はしつけ糸。穴糸で使う場合もあります。こう中間くらいで置いとこうか。2番目に太いと思ってもらえたらいいです。この数字が大きくなればなるほど細い針になっていくので。で次7番もこんな感じ。これの細いしつけ糸ってのもあるので、まあこれぐらいに置いときましょうか。8番9番これは祭り糸。シルクとか繊細なものを祭るんだったらこっちがいいんじゃないかな。9番シフォンみたいな薄い生地とかだったら9番がいいと思います。それぞれに長針も置いてますけど、ほとんど洋裁では短針を使うと思います。長針ってどうなの？和裁とかだったら使うのかな。それとも串縫いするときはもしかしたら長針使うのかもしれないですけど、僕は全部短針でやっちゃうんですけど、まあ長針っていうのもあるので、長針使ってくださいよみたいなことが書いてある場合は長針使ってください。針と糸の関係を間違うと生地を傷つけたりしちゃうので、結構守った方がいいですね。結構いい加減になっちゃうんですけど、守った方がいいです。鈴針と一緒で使う数はちゃんと数えてから使ってくださいね。1個なくなるとかだったら服に入ってる可能性があるんで、特に9番8番の針っていうのは細いのでなくなりやすいので、服に紛れ込みやすいので、数を数えてちゃんとあるか、作業前作業後にあるか確認するっていうことだけは怠らないようにしてください。じゃあこれ袖まんじゅうっていうやつですね。袖まんじゅう何に使うかっていうと、まあなんか袖を割ったりとか、いろいろまあこう丸みでスーツのラペルのとこをねなんかやったりとか、様々なものに使う。あとこう枕にしたりとかねそういうのはいらないか。中にねおがくずが入ってたりするのでいい匂いがしますよ。アイロンです。動画では結構直でガーってアイロンしてましたけど、テカったりするときはこういうね当て布っていうのを使ってください。これシルクの当て布使ってましたけど、まあなんか当て布って多分売ってると思うので、もっとふかーっとしたやつねこう売ってるので、もうなんかちょっと古いから変えないといけないけど、シルクなんで色が変わってきてるし、当て布っていうのもあってもいいかもしれないですね。霧吹きとアイロンで、まあ僕の使ってるアイロンスチームアイロンじゃないので、皆さんはスチームアイロンを使ってくれればいいですよ。なんかこんながっつり6ポンドのねアイロンなんで重いと思うので、普通に洋裁するぐらいだったら全然電気屋さんにあるようなアイロンでもいいのかなとは思ったりもしますけどね。こうあとはミシンぐらいがあれば、いきなりね今やった全部をやらなくてもいいけど、ハサミと針と糸とアイロンとミシンぐらいは、まあ方眼尺もそんな高いもんじゃないんでね、方眼尺とチャコぐらいはあったらいいんじゃないかなと思います。明日から始めるので最低限何が必要か。まずハサミですね。もしかしたら100円ショップとかにも立ちばさみって今だったら売ってんのかもしれないですけど、ハサミ、小バサミ、目打ちもどっちが1本でいいです。チャコか消えるペンどっちか。針は6番8番ぐらいあればいいかな。鈴針。この短い方眼尺は絶対あった方がいいと思います。これぐらいがあれば、まああとアイロンとミシンがあれば。糸は手縫い糸1個が最低、すごいもうミニマムは何かって言われたらこれがあればいけるのではないか。でちょっとずつね必要になったら買い足していく。僕としては指抜き絶対に使ってほしい。もう全然後から本当に指抜き使う人と使わない人で全然こう成長率っていうかね、スピードも変わってくるので、僕としてはもう指抜き必須なんですけど、まあ世間としてはまあ指抜きはちょっとまだこの辺に追いやられてる感じなので、指抜きをこうど真ん中に置ける世界になってほしいので、皆さんも頑張ってください。